巨大ダイオウイカ、地元の人が引き上げる。すごいロマンあって好きやわ。泳いでる時に襲われたらサメより逃げられない気がする。ダイオウイカって強いんか？サメより強くマッコウクジラより弱い。人が絡まれたら脱出不能。でかい。海で遊んでてこんなんと遭遇したらトラウマやろ。目でか？吸盤についとる爪がズゴックみたいに動くんやろ。臭そう。めっちゃまずいんやろ、ダイオウイカ。目がでかすぎ。ダイオウタコはなんでおらんの？おるかもしらんで。タコは今のところこんなもん。水ダコの大きいやつは10メートル近くあるらしいで。えぐい。それかぶさってきた方が絶対絶命感あるな。もっとでかくないとやだ。数年前に NHK で特集されてたよな。見たかも昭和期に。一回見てみたい。今度水族館で展示されるってよ。イカ飯だとご飯どれくらい必要？新潟の田んぼ足りないぐらいかな。新潟の米の生産量バカにすな。ちちゃー。これ食べたらマジでまずいらしいな。まずいらしいね。アンモニア臭で臭いみたい。謎の生物という触れ込みなのに打ち上げられたらダメじゃん。小さいって言ってるやつこれでも小さいと思うか？こんなのが生きて海にいたら腰抜かして泣く自信があるわ。泣く暇があるなら逃げろよ、そんなんじゃいつか死ぬぞ。でけえ。比較対象のない画像でよくそんなこと言えるな。これ見て大きさわからんだろ。見つけた人も思ったより小さかったって言ってたよ。もっと20メートルぐらいあるのかと思った。この10倍は欲しい。隣にタバコ置いてよ。そこは札束だろ。ダイオウイカの中では小さいらしい。でかいのは10メートル以上いくって。お前ら欲張りさんだな。こんなんいたら本当逃げ出すぞ。若い個体だったんかな。なんか CG みたいだよな。俺の想像したダイオウイカは船沈めるレベルだから。インビジブル、イカの DNA をヒト細胞に組み込み透明化させることに成功。いかんでしょ。やらないか？言ってるやついると思ったわ。いやでもこれ皮膚が透明化するだけで骨格と内臓丸見えだからこの上なくキモいことに。胃カメラしなくていいな。そうそう。胃の外側見てどうすんの？胃も透明になるんだぜ。健康診断めっちゃ楽になっていいわ。案外直接目視できた方が早期発見につながる。内臓日焼けしそう。2メートルを超える巨大ダイオウイカが海岸に。いや、思ったよりちっちゃい。それな。ここどこ？新潟。巨大地震の前兆か。死んでるのに？生死関係なく漂着したってことで前触れかもね。ほぼ 100% 透明なイカがこちら。中身ないの？イカスミないから赤ん坊に近いのか。これは本当。めったに見つからないから貴重な一枚。獲物を食べると、捕食されやすくなるなんて。脳は？血液は？イカって確か脳みそなかったぞ。じゃあ俺イカじゃん。イカを残酷な方法で食してきた。余った月草は天ぷらにしてもらった。これ外人発狂するらしいな。するらしいね。でも残酷なのって美味しいよね。食事は味覚だけじゃない。下品な盛り付け。どう見ても綺麗でしょうが。猫とイカの戦い。さあ、猫選手、寝技に持ち込んだ。イカ選手も激しく抵抗する。イカがイカを捕食？あるある。弱肉強食。仕方ない。これ周りにもイカいっぱいいるな。同族で群れになってても安心できねえな。思わず目を疑っちゃう。華麗なるイカのカモフラージュが一瞬過ぎてびっくり。早送りしているわけでもなんでもなくて、ほんの一瞬で体の色や模様、形まで変えてしまうのすごすぎる。すごよ。何がどうなってんのかわかんねえ。朗報、イカという生物、セントラルドグマから逸脱した存在だった。アメリカ、ウッズホール海洋生物学研究所により、イカは自らの力で遺伝子編集できることが判明しました。一般的には生物の細胞の核内で生じる RNA 編集を、核外で行うことができるというのです。こうした特徴は他の生物には見られず、地球上でイカのみと思われます。宇宙人やん。いいじゃないか。やっぱりタコよりもイカだよね。Y も自分の遺伝子を編集してイケメンになりたいわ。また一段と宇宙人が地球に忍ばせた監視端末説が濃厚になったな。もう侵略されてるんだよね。火星に住まわせようぜ。適応できるだろ。気持ち悪い魚が歩いている。じゃね？なんでこんな透明なんや？赤ちゃんなんじゃない？かわいいやん。って足あったんやな。さっき川にの赤ちゃんがいたから捕まえてきた。飼育って可能なんか？とりあえずバケツで育ててみるけど。すごい。どこの国なん？
北九州。ゴミ箱捨てとけ。捨てるくらいなら食う。かわいい。川よ。わらわら。キモ。これいいからしたら恐怖だろ。小魚を食べたいのになかなか食べられないの赤ちゃんがもどかしくも可愛い。二人羽織感がある。足に見えてるのって交尾器だよね。つまりおにんにんで動いてるわけだよね。せやったんか。足生えてんのかと思ってたわ。ノコギリとかいうわけのわからん進化を遂げた魚。どうやったらこんななんねん。ただのチェーンソーやんけ。歯ブラシかな？アンテナかな？外場やぞ。これ振るのかな？この生え方だったら絶対こんなのより打突の方がいい気が。ノコギリで小魚を叩き殺すんだよ。ただノコギリの下側に感覚器官があるからレーダーで獲物をどつくという謎仕様な生き物。ザクザクするわけじゃないんか。じゃあノコギリより日本刀みたいな方が良かったんに。ノコギリザメ。なんでパイポットが？生えてるのは肉質のヒゲで意味は捕食行動で使うんやないかって言われてるけど詳しくはまだわからんらしい。狙撃するみたいやね。かっこよ。これでもさせるんかな？さもなきゃレーダーか。ヒゲは柔らかいけどノコギリザメはノコギリの部分で餌になる魚を殺傷したり真っ二つに切り落とす。これって煽り？行為か？教えていか先生。おめでとうこれは煽り。ヒットエビ教えて。ありがとう先生。エビはもらい物だから名前がわからないんごね申し訳ない。そうか、まあ多分エビ王やな。いいエビもらったな。コウイカは触ったらすぐわかる。コウイカだから。煽りやね、裏山。魚は炙ったイカでいい。イカは甲殻類なんだが。ヤシロアキバカすぎ。魚だぞ。魚。わかったわかった。おつまみのこと魚っていうの。若い子は本気で勘違いしてそうなやつ。シャコとかいう謎の生き物。目がキモいしカラフルな色もキモい。パンチが強いという謎の特技。質感もキモい。キョロキョロする目の動き方もキモい。味よりもキモさが上回ってまずいんを。塩茹でにしたい。お腹すいた。ほんまきっしょいな。きっしょ。エビみたいでうまそう。シャコっていう名前からしてうまそう。甲殻類は水中に住む虫やと思ってる。貝をも叩き割る驚異のパンチ力を持つもん花シャコ。家電が動かなくなって叩いちゃうおばあちゃんみたいで可愛いと思う。なんかすげえムカつくわ。こいつボコボコにしてやりてえ。貝に原住民の顔描きたいわこれ。思ったより威力がわからんのはだけか？シャコ丼で有名な町、調べたら岡山の笠岡やったわ。さすがに胸焼けしそう。こんな一度に食ったら気持ち悪くなるやん。エビだったとしてもきついわ。超強力、シャコパンチ、拳にナノ粒子をまとって衝撃を吸収すると判明。パンチのスピードは地球上のあらゆる生物の中で最速。パンチした瞬間に周囲の海水が沸騰して発光する。人間の10倍もの色彩感知、視野角は360度近く赤外線や紫外線が見える。プラズマ衝撃波で巣穴を掘ったりする。拳にナノ粒子をまとって衝撃吸収、もうやだこの宇宙生物。すごいなシャコ。もはや漫画の世界地見てる。すげえな。流れ桜かよ。宇宙人だろ。でかい貝の上でバーベキューした結果。ロタ。石かと思ったわ。なんで貝でやろうと思ったんや。でかすぎ。昼飯全部土に帰ったねこんなでかい貝があってたまるか。もったいねくそ。汚ねえ貝の上で焼いてたくらいだし落ちたくらいじゃ全然余裕で食うだろ。貝殻じゃなくて貝かよ。貝、海の底で硬い殻に閉じこもってじっとしてたら生き残れるやろ。タイカス、殻より硬い歯で噛み砕くでタコカス、力で強引にパカ。ヒトカス、直火で焼いてからにおつゆ溜まって激うまや。貝、シャコパンチや。貝は養殖してから食うもの。かわいそうすぎるやろ。そうならないように金属製の殻をまとった貝がいるらしい。なお、金属まとわない方が硬い模様。生きてるホタテ貝はロタ。むっちゃ強そう。目がいっぱいある。 80個らしいぞ。こんなやつでも網の上に乗せてバター醤油で食べたらイチコロだからな。うまいよな。貝って目あるんだ。キモい。ラスボスの風格ある。青いのが目？実際に見ると黒いつぶつぶに見えるのかな。スターフォックス64にこんなボスいたよな。トリビアで言ってたけど。目がたくさんあるけどそれを認識する脳がないからほとんど意味がないって聞いたな。生きてる時って目が青いん？そうだよ。怒ると赤くなる。マジかよウムじゃん。シロナガスクジラさん、史上最強の生物なのに絶滅しそう。
寿命90年、25メートル、190トン、餌に困らないので餓死しない生態には主だった天敵も存在しない。なぜ滅びそうなのか。繁殖力がね。でかいだけの雑魚。シロナガスクジラに勝てる生き物いないんだが。最小の微生物にやられる雑魚やぞ。キリンを縦に6体積んだサイズ。でかすぎるのが良くない。水族館のイカさん、水槽内で炭を吐いてしまい大変なことになる。こんなにおるんだな。大急ぎで水の入れ替えを行っています。すみません。草。炭だけに。イルカかと思ったらイカだった。映画かわいい。こりゃいかん。すみませんにじわっとくる。助けて。助けて。小学生の時、これ捕まえて飼ってたやつ。結構流行ったよな。勝手に人の田んぼの水すくってたわ。ナッツ、カブトガニやっけ。わざわざ友達の家までこれ見に行ったわ。エイリアン。キモ。草。カブトエビや。素揚げにするとうまいよな。カブトエビやな。田んぼにいっぱいいた。ワイショー、アンモナイトが現代に実存すると知り戦慄する。何言っとんねん。しかも水族館で見れるって。アンモナイト生きてるってお前ら知ってたんか？小学生かな？こんなの泳いでたらよおるわ。アンモナイトならアジサイにくっついてるぞ。アンモナイトではないんだよな。生きた化石やぞ。マジで教えてくれ。ほんまは知ってたんやな。お前らワイのこと騙してたんか？化石でしか見たことないやで。イカ、うますぎる。うまくて安くて健康にいい。チートやろこいつ。アニサキスがね。イカ刺しがうんねんや。しかも浸透圧の関係で冷凍に適しているというね。有能すぎて草生えてまうわ。神の与えたもうた食材やろこれもう。昔よく釣りに行ってお気づけ作ってたわ。クソうまいで。俺、イカは飛ぶぞ。お前ら、んなわけ。俺、飛ぶぞ。イカはロートと呼ばれる部分から吸い込んだ水を噴出して泳ぎ、その推進力で水面から飛び出した後も、空中で水を噴出して加速しながら、ヒレと腕を浴場に広げて揚力を発生させ、その揚力をコントロールして滑空しているという。飛んでどうすんだよ。自由を手に入れるんだよ。でもイカはお箸持てないから、俺は持てるけどね。箸持てるの偉い。鳥に食われるやんけ。これがイカフライか。イカは飛べるからスーパージャンプしてもおかしくないってスプラのスレで昔言ってた。飛ぶ進化する過程が気になる。ラブカって魚おるんや。ポケモンのラブカスみたいにキュートなんやろな。なんでや可愛いやろ。一周回って愛嬌は感じる。普通にキュートやんか訴訟。むしろ判定る定期。どうせカスなんやろうな。魚の中ではキュートやろが。竜宮の使いとかいう完全にファンタジーの生物。もし絶滅したら未来人は存在信じなさそう。かっこいいよね。なんか、どういう自然淘汰を受けたのか気になる。人魚の正体って多分これだよね。